一本のレンズで全てを撮れたらいいのに、そう思ったことはありませんか？景色も人も食べ物も全てをこの一本で実現します。高画質な旅の記録を残してみましょう。どうも皆さんこんにちは、あきらです。今回はですね、こちらです。はい、シグマさんのなんと 28-105mm F2.8 アートレンズのね、ちょっとご紹介レビューをねしていけたらなというふうに思っております。先日ですね、シグマの 16-300mm のね APS-C 用のレンズご紹介したと思うんですが、あれからですね、シグマさんにねありがたいことにまた今回もですね改めてタイアップの機会をいただきまして、今回ですねこの L マウント、ルミックスの L マウントとこちら E マウントの両方をお借りしております。で、今回めちゃくちゃ贅沢に S1R2 と僕のねこの α1M2 の両方でめちゃめちゃ撮ってきました。今回ですね、香港に行ってきたんですけれども、この2つをね、持ってチームアキヤムービーでみんなで行ってね、もうたらふく使ってきました。で、もうだいぶとね、こうちょっとお話できるように、レビューをね、しっかりとできるようになってきましたので、今回ね、この使用体験をね、実際の使用体験をもとに、このレンズについてどういったものなのか、で、他のレンズと比べてどうなのか、もう結構徹底的にね、ビシバシとやっていきたいなというふうに思っておりますので、このレンズ、シグマさんのね、最高峰とも言えるようなね、描写力を持つこのレンズについてしっかりとね、見ていけたらなというふうに思っております。ということで、早速ねやっていけたらなというふうに思うんですけれども、ではまずはビルドクオリティ、ボディデザインにねついて見ていけたらなというふうに思っております。はい、こちら見てください。かなりね、高品質で高貴なね佇まいと思うんですけれども、まずね一つ、僕自身が手に取って驚いたのは質感です。シグマさんのね、従来のアートレンズっていうのは結構こういったテカテカのね、アルミのねアルマイト仕上げというツルツルのようなものになっているんですけれども、今回こちらマグネシウムをね採用したレザートーンに変更されております。これはですね実はアリのねレンズとかもマグネシウムでね採用されていたりするんですけれども、今回のこのレンズはねかなりマットな質感に仕上がっています。で、これがなぜこういった質感になっているかというと、これが理由だからかはわからないんですけれども、このマグネシウム素材によってかなり軽量コンパクトにできると、軽量にね作れるといったところになるんですね。で、この 28-105F2.8 フルサイズですよ。このね画角でこのコンパクトさっていうのはすごいんですよね。はい。一見するとね、めちゃめちゃ大きいんですよ。もうボディと比べてもかなりね、大きなサイズにはなるんですけれども、この 28-105F2.8 投資という中では、かなりね、コンパクトに作ることができたレンズになっております。で、それでいて重量が 995g。カメラをね、やってる方からするとすげえって思うと思うんですけど、このスペックで 1kg を切ってしまったというのがかなりね、驚きのポイントですよね。まずですね、左側のここにですね、ズームのロックスイッチがございます。はい。これがですね、これをスイッチをオンにした状態であれば、ここの 28mm からあんまり動かなくなるんですね。で、これをよいしょとこうちゃんとやるとこうガッと伸びていくので、これね仮ロックみたいなことができます。普段はこれをロックさせて、いざ使うという時だけサッとやると、そうすると、簡単にね使うことができるようになっています。で、さらにこちらですね、ここのクリックをねオンにすることによって、この絞りのリングのカリカリ感をね決めることができます。このスムーズにするかカリカリに、ね、するかを決めることができて、でこちらですね、こちらをロックするとですね、これではい、わかるかな、 F22 から F2.8 だけのものになるんですね。で、これを逆にすると A までいくと、はい、全部いける。で、さらにこのオートの方でこれをオンにするとオートから動かなくなると。なので F 値をねどういう風に固定するかによって、決めることができます。ただこれに関しては特定の F 値でロックをかけるというようなことはできませんので、ここはねちょっと注意にはなりますね。で、さらに AFL、これはですねフォーカスをね、ここを押してる間はロックできたりするんですけど、それが、上とこのサイドにもあります。これによってですね、例えば横で撮ってる時はこのまま横で押せるし、縦で撮ってる時はこのまま縦で押せるというような形になりますので、横と縦両方で撮影している時にAF ロックをねできるというようなボタン配置になっております。でね、シグマさんのズームレンズといえばですね、これ結構ねよくあるこのズームが逆問題ですよね。今回のこの28-105ズームがこうなりますと、で他のねソニーとかパナソニック、ニコンのレンズっていうのはズームするときはこっちに回すと、
こっちで、シグマの方は逆にこっちに回すとっていうので、このズームのね方向っていうのが逆なんですよね。でこれに関して結構ね賛否が分かれるところなんですよ。正直なところ僕自身も普段ねやっぱりこういった G マスターを使ってるとこれ逆になるので、正直ね使いづらさは感じますし、やっぱりね間違えたってことは全然起きます。ただですね、これ一概にねズームリングが逆だからといって悪いとかそういったわけではないと感じています。これはね勝手な僕たちの推測になるんですけれども、そもそもね、これキヤノンさんも逆なんですよ。一眼レフの EF マウント、ミラーレスの RF マウント両方ともこのシグマさんとの同じ逆方向の回転方向になっています。そこからねシグマさんのメイン顧客というか EF に対応したね、レンズっていうのも大量にね生産開発されてきたと思うんですけど、僕たちの予想としてはそっちに合わせていたのかなというのもまず一つ挙げられます。でさらにですね、こっちの方向性っていうのはこういったシネマレンズですね、シネマレンズのズーム回転方向とも同じなんですよね。これちょっと全てかどうかはわからないんですけれども、例えばこのカッターズームというレンズなんですが、ワイドの35から80になるときに左にしまっていきます。っていうのが、こちらのシグマのレンズの、ワイドからテレに行くときに左に締まるとっていうのが、同じようになっています。なので動画を使っている人からしたら、こちらの方がやりやすいかもしれない。であとはですね、僕的にこれに慣れちゃえばいいなって思うのが、やっぱりこのワイドからテレに行くときにですね、この脇が締まる方向になってるんですよね。逆のね、ソニーとかのレンズっていうのはテレに行くときに脇が開いちゃうみたいな感じになるので、これはねちょっと本当にいろんな考え方見方があるんですけれども、左にね行くにつれて脇が締まるっていうのは、人間工学的なところで使いやすい設計にあえてしてるのではないかみたいな、ちょっといろんな見方があるのかなと思って、ちょっとあえてね取り上げさせていただきました。正直なところ本当僕もねGM をよく使うんで、使いづらさはやっぱ感じるんですよ。でそれはすごくわかるし、実際にね逆やーってなるのは本当にある。でもなんかそれが決してね悪いとかではなくて、むしろシネマレンズとか使ってるとか、あとはキヤノンのねユーザーの方にからしたらこれはいいことなのかもしれないとは思います。ただねこのレンズ自体そもそもマウントは E と L にはなるので、明らかにね多くの方にとって使いづらいっていうのはあるので、それはね一応ちゃんと使えておきます。難しいねここはね。では実際にこのねレンズの厳密なスペックをねちょっと確認していけたらなというふうに思っております。ちょっとこんな感じになっておりまして、そもそもマウントはパナソニックの L、ソニーの E マウントの2展開となっています。で絞り値が F2.8 から F22 になっておりまして、絞り羽枚数は12枚ということになりますので、結構ね多くて、玉ボケもね割と本当に美しくてしっかりと綺麗なねボケ感になってます。特にね周辺で変わるようなことも僕的にはないかなと感じますし、美しいねボケ感かなと思います。でレンズ構成枚数が13群18枚で、今回ですね非球面レンズが5枚搭載されているというところなんですね。これがかなり、この光学性能にね関係してくるとのことなんですが、これまで複数のね球面レンズで周差を補正していたみたいなものが1枚のね非球面レンズで補正ができてしまうみたいな、ちょっと僕はあんまよく分かってないんやけど、とにかくね小型化にもつながるし、しっかりと光学性能を担保しつつ高品質なねクオリティを出せるというところなんですね。ただこの非球面レンズっていうのを入れるっていうのはコストもかかってくると。で簡単なことではないっていうところがあるんですけど、このレンズに関しては非球面が5枚入ってるっていうのは一番多い方のレンズになってるみたいですね。例えばシグマ 2470mm F2.8 アートレンズの2型のものとかね、あの辺と同じねやっぱりビルドクオリティというところになってるみたいです。そのようなね非球面レンズ5枚の搭載とマグネシウム採用とかで、このね 1kg 切りを実現できたレンズになってます。めちゃめちゃギリギリ 990g の 1kg 切りをできたようなレンズになっております。であとはですねリニアモーターが HLA ハイリスポンスリニアアクチュエーターというものかなを採用した高精度かつ高速な AF を搭載できるみたいなものになっているので、これはね従来のねシグマさんのレンズには搭載されていないこのレンジのねレンズならではのリニアモーターを採用していることによって高速かつ高繊細なね AF を実現できるというようなものになっています。このねリニアモーターは2023年発売の 6600mmDGDNOS スポーツのもので初導入されたものですね。なのでシグマさんの中でももう本気のレンズたちにはこれが入っているようなものになっています。であとはですねシグマさんおもろいのが内面反射対策チームというね、いわゆるゴーストバスターズと呼ばれる、レンズのフレアとかゴーストとかを抑制する抑えるための専門職みたいなのがあるらしいんですよね。でそういった方々が何度も開発の、段階でテストをしたりとかシミュレーションをすることによって今回ですねかなり抑制できてるみたいなんですよ。ちょっとね難しい加工になるのでちょっと僕も厳密にはね
理解はできていないんですけれども、このレンズ非常にですね、そのレンズのフレアゴーストっていうのが限りなく抑えられているような印象があります。ただただね、高品質、高繊細、高解像というわけではなくて、しっかりとね、逆光時とかでもフレアとかゴーストがね、気にならないような、施工がされておりますので、そこら辺のね、こうちょっとね、撮影してての、みたいな気が散るようなことっていうのが確かに少ないようなね、印象を受けることができました。で、さらにですね、テレマクロ撮影にも対応しています。このレンズなんとね、全域40センチの最短撮影距離になっています。で、それでいて 105mm のね、望遠側の時に最大撮影倍率が1対 3.1 になっているんですよね。なので完全にね、等倍っていうわけでは全然ないんですけれども、結構な、マクロっぽいようなね、撮影ができますので、結構ね、僕も実際テーブルフォトとか、せっかくね、香港行ったんで、いろんなこうご飯もね、みんなで楽しく食べたんですけど、そういった時にも、こうしっかりとね、撮影して、結構ディティールであったりとか、ワンタン麺とかのこのトロトロっとしたような形とか、いろんなね、グルメを撮ってみて、すごくね、楽しめたところでもありますね。一個だけスペックでね、残念だったところっていうか、注意点というのは、手ブレ補正ですね。手ブレ補正自体はありませんので、105mm というのはかなり、望遠側には入ってくるようなところかな、中望遠ぐらいかな、にはなってくるんですけど、手ブレ補正はないので、光学手ブレ補正がないカメラで使うのはちょっと僕的にはお勧めしないかな。やっぱりこう、しっかりとボディ内で効くような、カメラで使ってあげるといいかなと思います。結構ね、ブレやすいかもしれません。で、価格が約27万5千円というところになりますので、シグマさんの中でこの価格はね、結構トップクラスに近いと思うんですよ。ちょっとめちゃめちゃ望遠側のね、レンズと僕はわからないんですけど、いわゆるその第三元アートとか、いろんなね、こう、広角側のレンズとかに比べて、結構ね、価格は高い方にはなるので、でもね、その価格だけのね、スペックがあるようなレンズかなとは、個人的に感じております。で、さらに余談なんですけど、シグマさんのレンズって、レンズのね、マウント交換できるの皆さん知ってました？例えばね、今回 E と L があるんですけど、例えば E マウントを買って、やっぱりルミックスに乗り換えたいってなったら、L をね、使いたくなると思うんですけれども、そういった際にレンズのマウント交換をお願いできるんですよね。自分の持ってるレンズを出して、約 2,3 週間ぐらいかなでやってもらえるんですけど、このね、レンズに関してはそのマウント交換っていうのが税込み約 39,600 円という風になっておりますので、多分ちょっとレンズによってもね、変わってくると思うんですけど、なのでそこまでね、レンズを買ってまた売って新しいの買わないといけないとかではないんで、ちょっとね、その純正レンズよりはハードルが低いのかななんていう風にも僕はね、感じております。はい、というわけでですね、だいぶとね、いい感じでこのレンズについてね、理解できてきたかと思いますので、ちょっと個人的にね、気になるところについていろいろと検証してきました。なので、ちょっとその検証結果をまずはご覧ください。それではまずはフォーカスブリージングから見ていきましょう。カメラ側のブリージング補正はオフにした状態ですが、それでもブリージングはほとんど感じられませんでした。これぐらいであれば動画撮影中にフォーカス送りを表現として使っても問題ないレベルかなと思います。続いてはレンズフレアとゴーストを見ていきましょう。強い照明を直接当ててみると青いゴーストがやや映り込んでいますが、全体の絵に大きく影響するような目立つゴーストではないかなと感じています。ルミックスの S プロレンズとも比較してみるとそちらよりも抑えられているので、僕的にはすごく好印象です。そして手ブレ補正の効き具合です。こちらもソニーとルミックスの両機種で比較をしてみました。ここはやっぱりさすがのルミックスの補正力で、ソニーのアクティブ手ブレ補正よりもルミックスの標準の方がしっかりと補正されている印象です。ルミックスでは純正レンズでなかったとしてもここまで手ブレを抑えれるというのは本当に嬉しいところですよね。とはいえソニーもダイナミックアクティブ手ブレ補正を使えば十分実用的な補正が効いてるし、加えてこのクロップ率自体はルミックスの強よりも小さいため、歩き撮りとかでも十分対応できそうな感じがしています。最後はズーム時のオートフォーカス性能で気になったところです。ソニーの α1M2 ではズームをした時にわずかにフォーカスが迷う場面があったんですが、そこまで激しくなければおおむね安定して使用できている印象です。ただルミックスでは純正レンズとの差が少し感じられました。 S プロ 2470mm もズーム操作中にピントがやや追いつかない傾向があるんですが、今回のシグマ 28-105mm ではそれがより顕著に出ていて、ズームをすることでフォーカスが外れてしまうといった挙動が結構生じます。実際 S1M2 に装着して使っていた時もズームリングを大きく回すとしばらくピントが戻らない場面が結構ありました。ルミックスのカメラで動画撮影を頻繁にする場合はマニュアルフォーカスを使うなどの工夫が必要かなといった印象です。ただ S1R2 は最大 8K が撮れる高画質モデルであるため、ルミックスのハイブリッドズーム機能との相性がとても抜群です。ハイブリッドズーム機能により 4K の画質を担保しつつも最大で 220mm までズーム範囲を広げることができます。厳密には電子処理が入っているため多少の画質劣化は感じられますが、 28mm から 220mm のレンズとして使えるのはかなりありがたい部分なのではないかと思います。
はい、というわけでいかがだったでしょうか。では、ここからはですね、このレンズの実際のね、使用感をね、ここからお伝えしていこうと思います。今回ですね、E と L 両方で話せます。僕たち。両方めちゃめちゃ使ってきたんで、それぞれルミックスだったらこう、ソニーだったらこうっていうのがね、割とあるので、そこをね、ちょっと含めていろいろとね、お話しできればと思っています。で、今回ね、今ここまで見ていただいているね、写真作例とか、ここからお見せする動画作例っていうのは、全てですね、僕のね、オリジナルのラットとか、あとはパワーグレードと呼ばれるね、ダヴィンチリゾルブのグレーディングをこう、補助するようなものを使って全て色の編集を行っております。めちゃくちゃね、結構いい色が出てるんじゃないかと思うんですけれども、全てね、これらで使っています。で、最近ね、発表ね、させていただいたルミックスカラーパレットというね、このルミックスカメラ専用で使える5つのプリセット、2つのリアルタイムラット、4つのオリジナルラット、2つの、パワーグレード、この計13個をね、てんこ盛りにしてめちゃめちゃ価格を抑えたルミックスカラーパレットというのも、最近ですね、出させていただいて、今回それも全てルミックスカメラの作例は全部使っておりますので、ちょっとそこもね、楽しみながら、見ていただければすごく嬉しいなというふうに思っております。で、ソニーのね、作例に関しても、パワーグレードとかね、僕が出しているものをすでに、ね、使っておりますので、よかったらですね、ちょっと興味ある方はね、こちらもぜひチェックしてみてください。ではね、実際の使用感をね、ちょっともう項目ごとになぞっていきます。まずは画質と描写性能から見ていきましょう。これに関してはね、ちょっともうびっくり、もうめちゃめちゃいい。ちょっとほんと不満ないです、これ。めちゃめちゃ綺麗なんで、普段僕 G マスターとか S プロレンズ使ってるんですけど、これね、本当のこう、差を感じないぐらいめちゃめちゃ綺麗だなというふうに思います。で、この F2.8、開放であったとしてもね、普通にめっちゃ改造するし、カリカリです。はい。で、すごい透明感もあるし、なんかね、こう、ボケ感にね、やかましさが全くない。ほんとこう、スッというようなボケ感をしていて、ふんって感じのこう空気感、すごいこう透き通った澄んだようなね感じがしてて、めちゃめちゃいいなと思いました。で、結構僕ね、このレンズ見た時にやっぱポートレートだろうと思って、もうポートレートめちゃめちゃ撮らせてもらって、香港でね、ちょっと現地のモデルさんとね、英語でね、ちゃんとこうコミュニケーションを取りながら、なかなか難しかったんやけれども、向こうでね、合流をして撮らせてもらった、ハンナさんっていうね、モデルの方にね、ちょっと協力いただいて撮ってたんですけど、どうですかね、もうめちゃめちゃ問題なく、普通にね、すごいね、いい描写でね、撮れてるんじゃないかなと思います。ポートレートというところで、このね、カメラたちの高解像なね、ところをこう活かして、クロップみたいなことはね、特にはしていないんですけれども、やっぱりね、このレンズが持つ解像感と、S1R II とこの α1 II が持つ両方のこの高解像っていうところを組み合わせることで、すごいこうシャープネスで、この情報の密度、解像感っていうのをね、感じられるような、ポートレート撮影もね、たくさんできてたかなと思います。で、やっぱりね、写真においてはこの 105mm というね、画角帯が本当に楽しくて、105までいかなくても70とか、70を超えた先、85とかを使えるっていうのが、やっぱ第3弦の 247J とかよりはまた違った良さがあるので、ここはね、本当に使いやすいなというふうに感じました。はい。で、続いて使い勝手、サイズとか携帯性、重さというところもね、話していきたいんですけれども、まずね、レンズ交換がほぼいらなくなるっていうのは1個あるんですよ。28105なんで、これで事足りる。ほとんどもう全然 OK。と思ってたんですが、やっぱ広角足りないです。正直なところ。普通にね、撮る分にはいいんですけど、旅行に行った時に、特に香港ってビルが高いんですよね。なんで、こう、結構広角が欲しくなるっていうのが、正直ありました。で、手ブレ補正ね、割とめっちゃ効くんですよ。特にこのルミックスカメラと組み合わせると手ブレえぐくってめちゃめちゃ効くんですよね。手持ちで105でも余裕みたいな感じになって、で、なんならルミックスの電子手ブレ補正を強とかにするとめちゃめちゃガチンと止まるんですけど、やっぱね、手ブレ補正で動画でクロップがだんだん入ってくると、このルミックスも標準から高にすると入ってくるし、α1M2 もアクティブ手ブレ補正で 1.1 倍ぐらいで、ダイナミックアクティブで約 1.3 倍ぐらい入ってくるんですよね。なので動画撮影という点で28からのスタートで 1.1 倍 1.3 倍と入ってくると狭くなってくるっていうのが、正直なところです。で、ソニーのカメラというのは純正レンズに比べてそこまでやっぱりね、シグマさんのレンズで手ブレ補正がちょっと効きづらいっていうのがあったりするので、28スタートでダイナミックを活用する、あるいはルミックスで手ブレ補正を強にして活動というか撮影していくとなると、やっぱね、正直もうこれ全員ね言いました。やっぱ広角足りないねっていうのが正直なところです。でも広角を求めない、もうそれこそポートレートだけでそんな広角表現しないっていう方にはめちゃめちゃね合うねレンズだと思ってます。はい。28105これ1本で済むかなと思います。で、一方で逆にね、重さというところは確かに 1kg と軽くはなってるんですけれども、やっぱ旅行にはね重たいなというのが正直なところです。はい。すみません。やっぱ 1kg はあるので、僕ら言うてもね、これだけの機材だけじゃなくて他のねレンズとかカメラとかもやっぱ
バックパックに背負って移動していたので、やっぱねちょっと大変でした。本当に香港ね、気温も33度ぐらいあって、32度とかで、日中はね日差しが出て、やっぱりねみんな結構もう本当しんどかったし、特にね肩を痛めちゃうようなメンバーもいたりとかで、これがね全ての原因とは限らないんですけれども、やっぱりこう少なからず覚悟がいるね、サイズ感かなというふうに思います。あとこう大きさ的にも、結構伸びるので、先ほども言ったジンバルのね再調整も必要にはなってくるかなと思うので、超いい画質は入れるんだけども気軽ではないし、やっぱりそれなりにねこう頑張らないといけなくなるっていうのはあったりします。なので結構もう僕の結論としては、旅行より出張です。やっぱりねちょっとこう仕事というか、なんかこう取りに行くぞみたいな時にはもう超ね楽しめるので、今日はねもうこれ一本で楽しく旅行行くかだとちょっとねしんどいので、今日は撮るぞとか、もうカメラ仲間でみんなでね本気でこういろんないいもの撮りに行くぞみたいな時はめちゃめちゃいいので、あとは業務とかでもね全然めちゃめちゃ使えると思うんで、そういった時にはめっちゃおすすめ。ただね本当に家族旅行とかで持っていくと自分しんどくなるかなというようなところはねちょっと注意点としてお伝えしておきます。で、あと最後にねめっちゃ良かったって思うのがね、1個このフィルター系です。 82mm なんですよ。このですねソニーの 2870F2 のレンズはこれねめちゃめちゃ良くて、ズームもねこんだけしか伸びないね優秀なレンズになってるんですけど、これねフィルター系が86なんですよね。今ステップアップダウンリングがついてて82に変換をして使ってるんですけれども、やっぱねこれ純 82mm になるので、今までのフィルターとかステップダウンする必要もないし、フィルターシステムをね最大限活用できるので、ここをねほんと妥協せずにこのねフィルター系でね開発してくださったっていうのはめちゃめちゃね僕は本当に良かったなと思っております。ちょっとねこの86って結構やっぱねめんどくさいんですよ。このねリングがねもう取れなくなっちゃってね、今どうしようみたいな感じになってたりするんですけど、この82っていうのはね思いのほか本当にね助かったところです。はい、っていう感じかな。トータルね僕たちの感想、これいろんなメンバーの意見も含めての感想なんですけど、どっちかっていうと動画より写真な気はします。写真ねめちゃめちゃ楽しい。もう写真特にさ手ブレ補正もそんなねクロップ線で済むし、28でも全然写真ってもともと広いからできるしっていうのもあるし、もうポートレートとかで50とか70、35、105もう何本単焦点入ってんねんみたいな感じでもめちゃめちゃ使えるんですよね。でそこすごくね楽しいなというふうに感じました。一方動画はやっぱジンバルでねこのちょっと長すぎるなっていうのもあってバランスが変わっちゃったりとか、あと動画だとね105使わなかったんですよ僕たち動画で使ってせいぜい70ぐらいだったかなっていうようなねところが結構みんなでもね話していてなったので、意外と2470で済んだねっていうのがねあるので、ここは結構僕たちの大きなポイントでもある。であとねちょうどこの動画を撮ってる今朝ですね、シグマさんがなんと 28-105mm T3.0 のシネマレンズを発表しちゃってたんですよこれ何も聞いてなかったんですけど、ちょうどこの今朝発表されてて、動画そっちじゃねみたいな感じでちょっと今なってるんで、全然値段が変わってくると思うんですけど、今回初めての AF のシネラインかな、シネレンズラインというところで、なんとこのシネマレンズに AF が入ってるというところで、じゃあこっちでいいんじゃないかなみたいな感じもね感じたので、動画用途で、このレンズをね購入を検討している方はワンマンとかだったらですねこっちの方が使いやすいと思うんですけれども、なんか動画に本当に振り切るみたいなとか、もうマジで動画のためにやりたいみたいな感じなんだったらそっちでもいいのかなと思ったので、やっぱりね写真の方がちょっといろいろと恩恵というかこのレンズを選ぶ意味が感じやすいのではないかと思ったのが今回のねレンズになりますので、ちょっとねそれをお伝えして最後ね締めたいなというふうに思っております。はい、というわけで皆さんいかがだったでしょうか。今回ねシグマさんの最高峰とも言えるようなねレンズをご紹介レビューをさせていただきました。結構本当にねいろんな感じたことを本音でねお話ししたんですけれども、本当にね楽しいですよ。このレンズはめちゃめちゃ楽しいし、本当にめちゃめちゃ綺麗なレンズではあるので、ぜひよかったらね機会があればちょっとね試してみたりだとか、いろんなね純正レンズとも比較をしながらねいろんなポートレートとかいろんな撮影にね使っていただければすごく嬉しいなというふうに思っております。でシグマさんのねレンズに関してそもそも DGDN とかアートとかコンテンポラリーとかもう分からへんという方はね以前出したこのね動画を見てみてください。この動画でねそもそもシグマさんというメーカーについてもちょっと改めてね導入から入らせていただいておりますし、そもそものねシグマさんのこのレンズの設計製造工程っていうのが本当にものづくりとしてもう本当にねこだわられて、本当に色技術者のね培ってきたものが今ですね反映されて、こんなにも小型軽量でね実現できるというようないろんな背景がありますので、そういったところをね知るとねもっともっと楽しくなるかもしれないので、よかったらですね以前の動画も見てもらえたらなというふうに思っております。ということで今回
回ね、この辺にしたいと思います。今回出てきた作例とか、写真とか動画すべてですね、僕が販売しているカラーパレットとか、パワーグレードとか、ラットパックとか、そういったものを使っていますので、いい色だな、いい質感だなと思ってくださった方は、ぜひね、こちら、ビジュアルパークというね、僕たちのオンラインショップもチェックしていただければなというふうに思っております。ということで、今回ね、この辺にしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。